こんにちは。こんにちは。さて今回はサッカー日本代表ワールドカップのアジア最終予選、オーストラリア戦とインドネシア戦が控えてますけども、大事な試合ですね。そのメンバーが発表されまして、今回は特に代表経験がまだ浅い選手とか、あるいは今回初めて選ばれた選手にスポットを当てて、あなたが提供してくれた資料を見ながら一緒に深掘りしていきたいなと。はい、フレッシュな顔ぶれが7名リストアップされてますね。そうなんです。彼らが、どんな個性、どんな強みを持っているのか、それを知っておくときっと試合を見るのが、もっと面白くなるはずですよ。ですよね。今回注目するのは渡辺選手、森下龍矢選手、町野修斗選手、佐野海舟選手、平川優選手、そして熊坂美希選手、この7人です。はい。では早速1人目、渡辺剛選手からいきましょうか。ベルギーのヘントでプレーしているディフェンダーですね。まず186センチという身長、これはセンターバックとして非常に魅力的ですね。そうですね。しかも彼の経歴で面白いのが、高校時代に身長が急に20センチ以上伸びて、それでフォワードからセンターバックに転向したという。もともとはフォワードだったんですか？そうなんです。でそのフィジカルを活用して昨シーズンはベルギーリーグでフィールドプレイヤーとしては唯一の全試合フル出場を果たしたと。全試合フル出場、それはすごいタフさですね。このなんていうか継続してプレーできるっていうのは代表の特に短期決戦とか過密日程の中ではすごく大きな武器になると思いますね。確かに怪我に強いとかコンディション維持能力が高いっていうのはもうそれだけで価値がありますもんね。まさに。でもちろん空中戦の強さはその身長からも分かる通りですが、足元の技術、ビルドアップ能力も評価されていて攻撃の起点にもなれるタイプですね。なるほど。守備だけじゃなく攻撃の第一歩にもなれると、これは頼もしい。はい。では2人目、こちらは初選出ですね。湘南ベルマーレの鈴木愛選手、21歳。若いですね。若い。彼も経歴がちょっと面白くて、もともとはボランチの選手だったんですよね。そうなんですか。渡辺選手とは逆というか。それが高校3年生の時にセンターバックにコンバートをされて、そこからプロ入り後もセンターバックとしてプレーして急成長していると。へー。ボランチの経験があるセンターバックっていうのはどういう特徴が出やすいんですか？やっぱりその守備力はもちろん向上してるんですけど、もともと中盤の選手ですから、ボールを持った時の落ち着きとかボールを前に運ぶ推進力、なるほど。そういうところにボランチ経験が生きているのかなと。攻撃の起点にもなれるし、場合によっては自分で持ち上がってチャンスメイクもという、それは面白いですね。守備的な選手ですけど攻撃への関与も期待できるかもしれない。そうですね。あとヨーロッパの、スカウトとか調査機関が彼のポテンシャルをかなり高く評価しているっていう情報もありますね。それは将来性も含めて楽しみですね。非常に楽しみな若手です。さあ続いて3人目はポーランドのレギア・ワルシャワでプレーする森下龍矢選手。この選手はサイドバックが主戦場ですけど非常に攻撃的な選手というイメージです。まさにその通りで、レギア・ワルシャワではクラブ史上初の日本人選手として加入したんですが、ポジションはサイドバックやウイングバックが多いんですけど、記録を見ると、2025年の3月時点で10ゴール11アシスト。サイドの選手でその数字はすごいですね。驚異的ですよね。非常に攻撃面での貢献度が高い。スピードに乗ったドリブル突破っていうのは彼の大きな武器ですね。日本代表でもサイドからの打開力っていうのは一つ課題になることもありますから、森下選手のようなタイプは貴重かもしれません。そう思います。あとポーランドという、日本人選手にとっては決してメジャーではないリーグでこうして結果を出している。その適応力の高さも評価できるポイントかなと。環境が変わっても力を出せるっていうのは大事な要素ですね。あとちょっと面白いエピソードとしては、大学時代に一度普通に就職活動をして内定も得ていたらしいんですよ。そうなんですか？でもやっぱりサッカーの道を諦めきれずにプロになったという。それはなんか人間味を感じるというか、覚悟を持ってプロになった感じがしますね。そうですね。そういう背景も彼のプレーの必死さとかそういうところにつながってるのかもしれません。なるほどな、面白い。では4人目、町野修斗選手。ドイツの、ホルシュタインキールでプレーするフォワードですね。
町野選手といえばやっぱりゴール後の忍者ポーズが有名ですけども、あれはもう代名詞ですよね。ええ、ただもちろんそれだけじゃなくて実力もしっかり伴っている。特に昨シーズンは当時所属していた湘南ベルマーレで J リーグ前半戦だけで4じゃなかった13試合で9ゴールでしたっけ。すごいペースで点を取って、あ、そうでしたね。すごい勢いでした。その活躍もあってドイツの当時は2部でしたけどキールに移籍して、そこでも結果を出して、今季からチームは一部に昇格しましたけど、その前のシーズン、つまりさっきですね、ブンデスリーガ一部でチームは残念ながら降格してしまったんですが、その中で11ゴールを挙げた。厳しいチーム状況の中で2桁得点、これは価値がありますね。非常に価値のある数字だと思います。185センチと身長もありますし、ポストプレーもできますし、もちろんゴール前の嗅覚もある。日本代表のフォワード陣もいろんなタイプがいますけど、町野選手のようなサイズもあってしっかり点が取れる選手が入ってくるのは層が厚くなりますね。そうですね。決定力不足っていうのが時々代表の課題として挙げられますから、そこを解消してくれる存在になれるか期待したいですね。期待しましょう。さあ、5人目は同じくドイツ組、マインツに所属するミッドフィルダー佐野海舟選手です。佐野選手、彼の武器はもうこれははっきりしますね。というと、ボールダッシュ能力。やっぱりそこですか。デュエル王なんて呼ばれたりもしてましたよね、 J リーグ時代。まさにその通りで、 J2 の町田ゼルビア時代からそのボールを刈り取る力っていうのはもうずば抜けてましたけど、それがブンデスリーガという世界最高峰のリーグの一つでも十分に通用している。それはすごいですね。データで見てもそのデュエルの勝率とか、あるいは走行距離、これもブンデスリーガでトップクラスの数字を叩き出していて、走れて戦える。そうなんです。中盤でのそのフィルター役というか、相手の攻撃の目をつむ能力は本当に今の代表にとっても大きなプラスになるんじゃないかと。今の日本代表の中盤ってテクニックがある選手、パスが上手い選手は多いですけど、佐野選手のような守備でガツンといけるタイプというのはまた違う色を加えられそうですね。まさに監督からの評価も非常に高いようですし、安定して試合に出続けていますからね。あと弟の佐野光大選手もオランダでプレーしていて。そうですよね。兄弟でヨーロッパでプレーしてるんですね。そういう点もなんかストーリーがあって面白いですよね。確かに兄弟での代表入りなんてことになったらまた盛り上がりますね。楽しみですね。さあ、6人目は平川優選手、イングランドの、チャンピオンシップブリストルシティに所属するアタッカーです。平川選手は何といってもスピードが魅力ですね。スピードスタータイプですね。彼のキャリアもなかなかドラマチックで、高校時代は全国的にはほとんど無名の存在だった。そうなんですか。それが山梨学院大学に進学してから才能が一気に開花して、大学ナンバー1アタッカーなんて言われるようになって、 J リーグの FC 町田ゼルビアに入って、そこでも活躍して J1 の月間 MVP なんかも取って。大学で花開いたんですね。そうなんです。それであっという間に海外移籍、イングランドの2部ブリストルシティへ。すごい駆け上がり方ですね。あと記憶に新しいところでは U23 代表として参加したパリ五輪のアジア最終予選で怪我をしてしまったんですが、そこからの回復が驚異的に早くて。ありましたね。心配されましたけどすぐに復帰して。そのメンタルの強さというか回復力も彼の武器かもしれません。小柄な選手ですけど、そのスピードと、あと意外と決定力もある。なるほど。ジョーカー的な役割も期待できそうですか。そうですね。試合の流れを変えたい時に彼のスピードは非常に有効だと思います。縦への突破力は見ていてワクワクしますね。楽しみです。さあ、そして最後7人目、こちらも初選出、柏レイソルの熊坂幸輝選手。大型ボランチですね。185センチ、佐野選手とはまた違ったタイプの守備的ミッドフィルダーという感じでしょうか。そうですね。佐野選手はボールを奪い取る仮順タイプだとすると、熊坂選手はその身長を生かした空中戦の強さとか、あと広い守備範囲でスペースを埋める能力に長けているタイプかなと。なるほど。高さがあるボランチは貴重ですね。彼もユース時代は柏レイソルの支部組織にいたんですが、トップ昇格は果たせずに流通経済大学に進んだんですよね。そうだったんですね。大学経由で再びコスである柏レイソルに戻ってきたと。苦労人でもあるわけですね。そうですね。しかもユース時代には大きな怪我も経験しているようで、
そういう、挫折というか苦しい時期を乗り越えて今 J1 の舞台で、しかも今シーズンは全試合フル出場。全試合フル出場、それはすごい。まさにブレイク中ですね。今の柏レイソルの、好調とまでは言えないかもしれないですけど、安定した戦いを支えているまさにキーマンの一人だと思います。渡辺選手もそうでしたけど、怪我とかそういう困難を乗り越えてきた精神的なタフさっていうのはやっぱり代表で戦う上でも大事な要素になりそうですね。間違いないですね。技術や戦術はもちろん大事ですけど、最終的にはそういう気持ちの部分が勝敗を分けることもありますから。いやー、こうして7人の選手を見てきましたけど、本当にそれぞれ違った経歴、違った強みを持っていますね。海外で揉まれてる選手、国内で急成長中の若手、大学経由の選手、苦労にバラエティに富んでいて、非常に興味深いメンバー構成だなと思います。彼らが今の日本代表のチームにどういう新しい風というか化学反応を起こしてくれるのか、これはすごく楽しみですね。そうですね。特にワールドカップの最終予選というものすごくプレッシャーのかかる舞台で、彼らがどんなプレーを見せてくれるのか、その持っている個性をしっかり発揮できるのか、そこは注目したいポイントですね。今日こうやって各選手の特徴とか背景を知った上で試合を見ると、また一つ一つのプレーに対する見方とか応援する気持ちも変わってくるかもしれませんね。そう思います。さて今回はワールドカップ最終予選に臨む日本代表の中から特に注目したい、新戦力といえる7人の選手を一緒に見てきました。彼らはこの先の日本代表の戦い方にどんな変化をもたらしてくれるのか、そしてあなたが個人的にこの選手気になるなと思ったのは誰だったでしょうか。そのあたりも考えながら、ぜひこれからの代表戦を観戦していただけるとより楽しめるんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。今回紹介しきれなかった選手は別の動画で改めて紹介させていただきます。よろしければ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。